はじめと申します。23歳で現在奈良県立医科大学という大学の医学部に通っています。職業は学生と、あとアパレルデザイナーと、あといくつか他に事業を行っています。上下とも僕のブランドのハートダイブマテリアルというもので、パンツが人間の血管、毛細血管をイメージしていて、トップスのこのトライバルな模様は人間の肉体を抽象化しています。ブーツがですね、ルイ・ヴィトンのものになります。普段は自分のブランドの服を着ることが多いんですが、最近は自分のその時に聴いている音楽であったり思想に合った服を着ることが多いので、ナイロンパンツやポロシャツやパワーネットなどのスポーティーな服を使うことが多いですね。買うことはないんですけど、マルタンがいた頃のマルジェラはデザイナーとしてリスペクトしています。系統はあまり自分の表現の幅を系統で定めたくないので決めることがないですね。幼い頃から着飾ることは好きだったんですけど、本当の意味で服を好きになったのは今のブランドのクルーと出会ってからになりますね。音楽とファッションのつながりを意識するようになってからかなり服の見え方が変わりました。商品としての服じゃなくてカルチャーとしてのファッションという見え方ができるようになってからかなり考え方に影響を与えました。普段僕の拠点は関西なんですけど、最近できたウープスっていう難波あたりにある服屋が好きですね。セレクトがかなり個性的で面白いです。僕は今医学部という学校に通いながらデザイン業を6年前ぐらいから行ってるんですけども、このハートダイブマテリアルというブランドは人の心に響くということをコンセプトに服を作っていまして、例えば自然の中にある美しいものであったり物質であったり、そういうものからインスピレーションを受けていて、既存のデザインをサンプリングして作るのではなく、限りなくゼロから作るということを行っているのが僕たちの強みです。最近では UK ラッパーのオクタビアンという方にパリコレクションの Y プロジェクトの会場でこの血管のパンツを履いてもらったことがかなり成長を感じられた瞬間でした。クロムハーツの黒いレザーの財布を使っています。20歳の時の誕生日の時に両親に長く使えるものをということでプレゼントしてもらいました。最近お気に入りの香水をなくしたので、ずっとラボンの柔軟剤を使っています。全く使わない月の方が多くて、欲しいものがあった時にだけ10万ぐらい一気に使うっていうことが多いですね。学校で自転車盗まれたので、新しい自転車が欲しいです。盗まれないやつが欲しいです。そうですね、あまり時計を何種類も持っていないので、何かいい時計一つ欲しいですね。自分のブランドを選ぶと思います。関わる人全ての方をリスペクトして常に柔軟であることを意識しています。偏屈になってしまうと人間の成長って止まると思っているので、なんで人のいいところであったり意見はできるだけ取り入れるようにしています。憧れられる対象になりたいので、憧れの人は作ってないです。もうロン毛界隈屈指の美髪になりたいので、セルフケアを頑張っています。最近だとシルクのロン毛用のナイトキャップみたいなものを買ってかなり感動しました。美容室はカットすることがほとんどないので、定期的にいろんな美容室に行ってトリートメントをしてもらっています。最近はスパイスカレーを作るのにハマっていて、10種類ぐらいのホールスパイスやパウダースパイスを使って自分で作ってます。作り方は同じでもちょっとした工夫で味が変わるので、それが面白いです。分析美学入門という本が僕の中ではバイブルで、自分がデザインを行う時にかなり役立ってるんですけど、美学というものを体系的に捉えて学問的にいろんな角度から捉えている、哲学書というか論文をまとめたようなものになっています。華麗なるギャツビーが好きです。
自分が一番影響を受けたのは IDM であったりエクスペリメンタルっていうジャンルの音楽なんですけど、その中でも特にアルカというアーティストが一番好きです。死生観であったりそのアーティスト自身の性であったり時間に対する歪みっていうのを感じ取れる作品が多くて、かなり実験的で聴いてみると面白いです。結構昔の作品にはなるんですけど、アライブっていう曲とあとミュータントっていう曲が好きですね。とりあえずちゃんと医者になって、で今やってるアパレルであったり他の事業をそれと一緒に並行して大きくしていって、今関わってくれてる協力している人に還元していきたいですね。お母さんが作ったコロッケですね。なかなか自分のブランドが刺さる層っていうのを見つけるのが大変で、とりあえず僕のインスタのアカウントのリンクからブランドに飛べるので、世界観であったりを感じてほしいですね。あと取り扱ってくれるショップの方もお待ちしています。現在並行して医療用衣服を作る事業を立ち上げていまして、医療従事者の方見ていたら注目しておいてほしいですね。